マジか。すげえ。なんか来てる。はい、こんにちは。少々よし、濱家です。いやー、暑くなってきました。ということは無人島の季節がやってきました。で、いつも火焚いてるんですけど、今回でっかいバッテリーをね提供していただいたんで、それで文明的な無人島キャンプをしていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。ひょ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 。よろしく。今回原始人浜優は文明的なキャンプをするために海に出た。島のエンジンと呼ばれる彼にそのようなことができるのか。彼が発見したものは小豆島もう一つのエンジェルロード。もちろん無人島だ。この綺麗な島が今回の舞台となる。果たしてどんなキャンプになるのか。はい、じゃあ上陸。よし、見てください、この大量の荷物。今からこれ下ろします。はい、じゃあ上陸したんですが、松岡さんと上陸した時に比べてなんかこんなね木の塊みたいなのがいっぱいあります。で、最近雨が連日続いたからそれでなんかなって思ったんですけど、どうも人為的に集められたような感じがしますね。で、潮が結構そこら辺までね見てくるんで、どこにテントを立てるか、あっちかこっちか、太陽的に逆光になるから YouTuber のプロはこっちだな。で、テント立てようと思ったんですけど、このように天然のテントがあったんでいらないですね、文明的な生活には。はい、じゃあ全部の荷物が運び終わりました。撮影兼ねるとねこれぐらいの量は必要になってきます。何人キャンプっていうぐらいですね。それじゃあ当然食料持ってきてないので、食料調達から。まずは釣りですね。で、餌は何にするかっていうと、この浜見たところ見てください。これ砂ガニのね穴の跡なんですよ。だから多分ね砂ガニが入ってる穴がどっかにあるはず。探していきます。入ってる穴はどれだ。全部これ埋もれてるじゃん。とりあえず木取って深そうな穴を探そう。これ深そう。浅い浅い。お、砂玉だ。これカニが食べた後ですね。すぐ潰れちゃう。砂ガニとかはもう砂ごと食べて有機物だけ取り出すんで、ああいう玉ができるんですね。全然いない。いないわ。これはめっちゃいそうだ。慎重に掘っていこう。なんでいないの？お前が。砂ガニはねめちゃくちゃ臆病で、数十メートル先からね人間の足音がしただけで穴に潜るんですよ。穴にいないっていうことはいないんだろうな。砂ガニは諦めます。で、ちょっと砂ガニがいなかったんで、この海辺にあるような石をめくった時にいるカニを探しましょう。餌は自然調達。ほらほら、いたいたいた。ほらいた。はい、カニゲッチュー。何ガニかは分かんないですけどゲットです。はい、じゃあまずカニを締めます。カニの締め方は地面に思いっきりぶち当てます。で、次に針を刺して、でこれで OK で、外れないようにロープでくくっていきます。しっかり締めて OK で、本線とドッキング。さあチヌを釣るぜ。結構遠く投げとくか。おっさーい。これでほっときます。竿が持ってかれないようになんかロープで適当にくくっときましょう。もう普通の団子結びです。 OK。 じゃあ次も文明的にご飯取りに行きます。文明を利用しましょう。どすこい。はい、じゃあ準備ができました。無人島といえば魚つきマサルになりたいと思います。行きましょう。マサルさんのとこでこの間盛り付きしたんで、多分魚がいればつけると思います。ただ今6月だから寒いですよね。6月の海行ってきます。めっちゃ冷たい。1時間も行ってないな、これ。早めに仕留めていきます。はい、それではこの無人島の海で文明的に魚を探していきたいと思います。魚ってやっぱ夜寝るんですけど、昼間は動きが早すぎて、今奥に魚が見えたんですけれども、もう逃げられちゃってなかなか着くことができませんでした。で、海の中は小さな小魚とかもいてすごいね楽しいです。でも獲物じゃないわ、森を構えてちょっと潜って小さな魚狙うんですけど、やっぱり先に逃げられちゃってなかなか着くことができません。その後も懸命に探してて、じゃあねこの後ですかね、探してたらですね、最初アメフラシかと思ったんですよ。これアメフラシかと思ったら違うんです。ヒットなんとねイカです。モンゴウイカです。
初号機です。マジか。すげえ。すごいもん見つけた。すげえ出てったよ。最高のおかずゲット。ナダルさん見てるかい？やりましたよ。いやまさかのめちゃくちゃでかいモンゴウイカがいて、で普通にもう全然逃げずにいたんで、死んでんのかなって思ったんですよ。でもついてみたら生きてて、すんごいねテンション爆上がりしました。でこれがアメフラシですね。見ていて本当に似てるのが分かります。でこの子は刺激与えると、紫の液体を出すんですよ。貝の仲間で食べれるらしいんですけど、まだ食べたことはない。マサルさんは食べたことあって、なんかシガテラをものによっては蓄積するらしいんでやめておきます。で1時間ぐらい潜って、あれからですよ。でも何もいなくて、で最初この無人島の企画を取った時に寄った神社、こちらなんて読むのかな、厳島なんとかなんとかでお願いします。魚が取れるように祈りましょう。よし。でその後も一生懸命魚を探すんですが、残念ながらね魚は見つけることが、見つけれたんですけど捕まえることができませんでした。でこれイカの卵なんですよ。やっぱりこのような藻場にね卵を産みつけに来ます。いやー寒っ。でもイカが取れてマジで良かったです。イカ取れなかったら何もいなかった。惜しいやつもいたんですけどね、とりあえず温まります。寒いから早く温まんないと。あったけー。火はいいな。はい、じゃあズボンと服がびしょんこになったんで干したいと思います。いっぱい鳥の糞がついてるが関係ない。ただ風がないな。風がない、どうしよう。そんな時はこちらジャクリーのポータブル電源1000プラス。今回ご紹介するのはジャクリポータブル電源1000プラス。ジャクリ史上初のリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、商品寿命や安全性が向上したポータブル電源とソーラーパネルがセットになったものです。バッテリーの寿命はなんと10年間。電池は大容量で低獲出力はなんと 2000W。 ご自宅のほぼ全ての電化製品が使えます。ソーラーパネルを本体に挿して太陽の力で充電することも可能です。アプリと連携で遠隔で操作運転状況の確認もでき、静音モードで夜でも静かに利用が可能です。持ち運びも大変便利です。詳細は概要欄に。じゃあいつもの綺麗な扇風機を用意して置いて、でパワーで、これのすごいのは 12V も使えるんですよね。今は使わない。で電源入れて、でスイッチオン。これで OK。さあ肝心のカニで釣りは釣れているのか。ただ竿が全然引っ張られてないから多分釣れてないと思います。結構潜ってたらチヌは泳いでたんでいないことはないと思うんですけど、食ってないなあ。それは食わないよ。人手が食ってます。それは食わない。こんなちっちゃなケツ穴でカニ丸飲みしてます。お腹いっぱいかい。シュッ。はい、では明日の朝飯用に今日網を仕掛けておきます。もう無人島恒例ですね、網仕掛けは。じゃあせっかくなんでイカ取れたとこ仕掛けておきましょう。またイカが取れるかもしれない。でさっき取れたのがあそこらなんで、ここら辺から仕掛けます。はい、じゃあ網入れて、じゃあ網やっていきます。イカよかかってくれ。はい、じゃあ網入れ終了です。帰って釣りしようかな。釣りだ。やっぱりご飯にします。お腹すいた。その前にやっぱ喉乾いたよな。というわけでハイボールタイム。もう船乗ることもないんでいただきます。キンキンじゃねえか。うめえ。じゃあイカからします。もう絶対編集の人がねカットできないところにゲップを入れるんですよね。わざとじゃない。はい、というわけでこちらじゃばーん。
僕がついたモンゴウイカです。モンゴウイカはね、このような模様がついてるのが特徴で、まあコウイカ、まあ全部コウイカなんですけど、甲羅があるんで、でもそれよりはちょっと安い。なんでだろう。じゃあさばきに行くぜ。じゃあまな板にイカを置いて、でまずこの口取ります。イカは漢字で鳥族って書くようにね、この口がすんげえカラスみたいで、頭を落として、で目ん玉取ります。これ包丁みたいに使ってるけどナタだからね、切れない。で反対も。で次このでっかい甲羅通ります。博多通りもんかーい。こうやって取って、で立てらして下に下げます。ほんだらでっかい甲羅が取れます。よいしょ。皆さん海辺とか浜辺でこういう見たことあると思うんですけど、全部多分モンゴウ系の甲羅だと思います。めっちゃでかくて硬いもんで、これが内臓系ですね。でやっぱ今産卵期なのか卵持ってますね。でそれから肝臓系とか、これはイカチってでも精巣だったような卵なのかな。これも食べよう。でこれを一回洗います。はい、じゃあ綺麗に洗いました。次ペンペラ取っていきます。ペンペラこうやって指でやってこうビーです。ビーってでエンペラも皮むいて刺身で食うことできるんですけど、クソめんどくさいんでぶつ切りにして焼きます。よいしょ。で身もぶつ切りです。せっかくなんで生でも一口。最高、本当にうまい。今日はイカ焼きそばを作りたいと思います。よし OK。 はい、じゃあこちらの IH コンロを使ってやっていきたいと思います。はい、じゃあこちらジャックリーさんに刺して、で電気つけて、はい、で油敷きます。じゃあまずイカ投入します。変なイカ乳みたいな、なんか潰れてなくなっちゃいました。うわーうまそう。でかく切りすぎた。全部炒めて別で食べよう、焼きそばと。で味付けはシンプルに塩コショウだけ。うまい、もううまい。はい、じゃあ焼けてきたんで分厚いに取ります。でこちらに醤油かけて、あちー、イカは完成。うまそう。ちょっと味見。うまい。ふわふわ。じゃあ次野菜入れて炒めます。この野菜炒めだけでめっちゃうまいでしょ。で焼きそばも投入でビールも入れてほぐしていきます。でもうソースも加えます。ソースと粉入れるとうまいっすよね。ハーフ。はい、というわけで完成しました。めちゃくちゃうまそうな焼きそばとイカ焼きです。それじゃあ宴を始めようかね。はい、それではいただきます。それじゃあ2本目、ゴールデンタイム。最高。じゃあまずこのうまそうな焼きそばからいただきましょう。うわー最高です。まずいわけがない。焼きそばは市販。いろんな人たちが長い時間かけてうまくなるように研究した焼きそば。取れたてのイカ、まずいわけがない。うますぎる。最高。でイカ焼きです。もう肉厚も肉厚。イカ界のミルフィーユです。まあせっかくだったら卵も入れようかな。片手割り OK。 はい、じゃあもう我慢できないんで目玉焼き生だけど絡めましょう。うわたまんねえよ。やすうまっ。これにイカ最高。氷結。いやほんとこの景色見ながら飲む酒最高です。いただきます。うまい。
はい、じゃあちょっと足りないんでうまかっちゃんもいきます。でうまかっちゃん投入。ただこれベビースターみたいでうまいんですよね。うまいです。でもうめんどくさいんで全部入れておきます。それから野菜も入れておきます。これで OK。 待ちましょう。はい、じゃあうまそうになってきました。焼きラーメンですね。もうはい、じゃあ完成しました。いただきます。うまかっちゃん焼きラーメン。麺のびのび。こだわり酒場のレモンサワー。いやー、なんか今日はちょっと眠たいです。泳いだら疲れたのかな。まあいかがつけてよかった。いやー、つまみは特にないけどこの景色がつまみでしょう。で次、男梅サワー。で暇なんでちょっと釣りでもしましょうかね。で今餌つけて入れてます。なんか食うかな。磯かかってんじゃん。なんか来てる来てるけど磯かかってる。いけたいけた。なんか食ってる、なんか食ってる。携帯つま先だから変になるかもしれないけど多分くれるよ。はい、底ベラ。底ベラってね、普通のベラに比べて悪いイメージあるんですけど、こいつら全然臭くないし、天ぷらにするとめちゃくちゃうまいです。おまけにこの個体よく超えてますね。さあ放流だ。で勝利の祝い酒といくか。無事ベラも放流しました。いただきます。いや、田舎暮らしはほんと最高ですね。もうどこでも遊びがある。最高です。次、鹿児島ハイボールに戻る。いただきます。うまい。することがない。でさっきベラが釣れたんですが、それを串焼きしております。はい、じゃあベラが焼けました。めっちゃうまそう。あちちちちちち。さっきヘラの骨取って身。わあ、ホクホクでめっちゃうまい。骨までいけるね。うまい。はい、で夜中起きたんですけれどもね、砂ガニがすごいんですよ。砂ガニいないと思ったらね、こいつらめっちゃいるんですよね。あ、いたいた、ほら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 、いた。イエーイ、キャーイエーイ。砂ガニはね、砂カニの中でも最高速度を誇ってるんですよ。ほら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 、警戒心がね、夜は浅いのかいっぱいいるんですよ。あらららら、めちゃくちゃ可愛いですね。うまそうだけど今は食べれないや。やっぱ夜になると海からね上がって砂を掘りに来るんですよ。夜はね昼に比べて警戒心が薄いんで、そんなすぐにね入ることがないんですね。でこんな感じで湿った新しい穴っていうのがね至る所にあります。ほらほらほら、入ったね。今入ったね。入ったけどまだ浅いから君すぐほら捕まえちゃうよ。よいしょー。なんかカンカン音が鳴るなと思ったら怒り完全に引けてます。冷たいですけど怒り張りに行くしかありませんね。わあ、結構見てる。これ釣りしてた堤防です。こんなとこまで来てますよ。わあ、ズボン濡れてんじゃん。テラワロス。あ、クラゲだ。でクラゲってここが食堂なんですけど、これ真っ白なんで食ってないですね。ここがピンクだったら飯食ってるんですよ。この子はお腹ペコペコだ。食堂だったかな。なんか4つのなんとかなんとかなんですね。だから4つなんとかクラゲだったかな。忘れた。あ、魚だ。僕がトンゴロイワシって呼んでるやつですね。ほっ、お前か。はい、後ろの怒りを張りました。これで安心です。で怒りが効いてないとずっとこれに当たるんですよね。でそれはよくね、船に。おはようございます。起きたふりです。もう蚊がすごい。蚊帳立てるめんどかったんで横着したんですけどダメですね。
もう蚊で眠れなかったです。可愛いとして網繰り行きますか。はい、というわけで朝ごはんの準備していきたいと思います。でバッテリーの容量少なくなってきたんでソーラー充電します。パカーで今電源 38% なんですけど、太陽こう当たって雨来る1時間ぐらいの間に何パー充電できるか楽しみです。砂地だったから体痛い。じゃあ米の準備もしておきます。パンツはいい、パンツ強いぞ強いぞ。あー気持ちいい。目が覚める思いだ。河原を最高だ。で海水で米洗います。海水で米洗うと甘くなります、おそらく。じゃあ米セットして水ちょっと多いけど OK。 結局もう米炊くんで何パー増えたかは分かりません。よく噛んどる。よし外れた外れた。はい、じゃあ網上げていきます。はい、じゃあ網が上がってきました。果たして何かかかっているのでしょうか。それよりドロドロです。めっちゃ汚い。クラゲで重たい。いやマジで何もいないです。朝ごはんないぞこれ。また潜らんといかんかもしれん。まあ最悪米はあるから何かは食える。あー黒メバルです。黒メバルゲッチューでちょうどそこら辺がイカいたとこなんですけど、もう普通に通り過ぎて何もいないです。ここも昔はよくメバルがいたんですけど全然ですね。ほとんどがクラゲで終わっています。でっかいベラだ。いいベラゲッツ。お、これハリイカ来ました。ラッキー。いやほんとマジでいないっす。背後ばっかりや。わあ終わる終わる。なんもおらんまま終わる。お、最後に磯にかかっとるから何か上がってくるか。来たメバル。お、なんだこれ。ハマチの甲かな。はい、これで網繰りは終了です。何もいなかった。はい、取れたものはたったのこれだけです。で小さなカレイは当然リリース。はい、じゃあ朝ごはん作っていきます。それぞれの鱗を取ります。でベラって知らない人いると思うんですけどね、高松では割と高級魚な部類に入ります。昔はもっといたんだけどめっちゃ減ってきましたね。本当に沖縄にいそうな魚で、黒メバルって実は何種類かいて、これ内湾の方なんで色が白っぽいので白メバルですね。こいつは黒メバル、白メバル、赤メバルで一般的なそれをメバルと呼ぶんですよ。他にもタケノコメバルとか仲間はいますけどね。じゃあここをカマ取ってでひっくり返してエラ取ります。で内臓も。じゃあメバル腹裂いてエラ取ってで返して引っこ抜いていきます。内臓もビーッと。はい、じゃあメバル OK です。でベラはぶつ切りにして味噌汁に放り込みます。 OK で野菜も切って腐りかけのキャベツ。で味噌汁入れる分に切っておきます。これで OK。 はい、こんな感じで飯の準備ができました。はい、で米炊いたんですけど残り 22%。 まあ IH もいけるでしょう。じゃあ IH 準備して、まずはメバルの煮付けだな。はい、じゃあ醤油入れて酒ですね。取れたてってね、息がいいやつメバルの煮付け向いてないんですけど、こうやってね曲がるんですよ、息がいいから。んで醤油とみりんも加えます。ドバ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 で、私は甘いのが好きなんで砂糖も加えて、でコンロ1個しかないんでめんどくさいんでちょっともうベラももうします。コンロ1個調理は時間がかかる。でネギの芯の部分もうちょい足して、でもう強火、全部強火でガーッと5分炊いていきます。はい、じゃあ煮付け完成しました。よいしょ。はい、じゃあメバルとベラの煮付け完成です。はい、じゃあ次フライパン用意して油。
はい、じゃあ野菜炒めます。ネギも投入。それではなんやかんやあって完成しました。取れたてイカの野菜炒めとメバルとベラの煮付け浜湯海苔です。いただきます。じゃあまずイカとキャベツの炒め物いただきます。うまっ。イカのコリコリした食感とキャベツのシャキシャキ具合でガーリック強めにしたんでまたパンチもあっていいですね。うまい。それからメバルの煮付けとベラの煮付けですね。じゃあメバルから。当然うまい。ベラこれまたうまい。で海苔は味付けじゃないからこの照りにつけて照り汁かで米と巻いていただきます。これは速攻かき込まねば。うまい。うわあ最高だ。はい、じゃあご飯めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうジャクリー。お前のおかげで文明的な生活が過ごせたぜ。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。残念ながら松岡さんとはタイミングが合わなかったんですけど、また次回を松岡さんと行けたらいいなと思います。楽しい一日でした。それじゃあまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。